1本に1つぐらいは見どころを作りたいと思うので、この木に関してはこの足元の曲とシャリで見どころを作っていこうと思います。以前20センチの苗を5センチ以下のミニ盆栽に作ったんですけれども、1年経ちましたらこんなに大きくなってしまいました。今回もこちらを小さく仕上げていきたいなと思います。まずは見どころになるであろうシャリを広げていきます。時期的に適期ではないですが、植え替えまでしていこうかなと思います。動画をご視聴いただいている皆さんは、心拍はいつ頃植え替えをしていますか？コメント欄に書いてもらえると嬉しいです。まだまだ小さく畳みたいので、針金をかけて畳み込んでいきます。1本では効かないので2本針金をかけます。右側の枝は使わないので陣にしようと思います。こちらのちょっと変わった鉢に植え替えていこうと思います。
1年前は右流れでしたが、左流れになりました。はい、続いてこちらの2本の心拍もいじっていこうかなと思います。まずはこちらの心拍をいじっていこうと思います。こちらも適期ではないですが、植え替えまでしていこうかなと思います。心拍の植え替えの適期は春もしくは秋と言われています。僕のおすすめは春や秋といった季節で分けるのではなく、こういった剪定をするときにするのがいいかなと思っています。できるだけ上と下のバランスを取る方がいいと思っています。こういう下向きに出ている枝は切ってしまうと見栄えがかなり綺麗になります。小さく作ろうと思うので長いところは切っておきます。先ほどの植え替えの話なんですけれども、上と下のバランスを取るのがいいと言ったのは、僕の中では杉葉が出る原因が上と下のバランスが著しく、おかしくなってしまった時に出ると思っています。根が充実しているのにもかかわらず上を切りすぎた時、もしくは上がたくさん充実しているのに根をさばきすぎた時に杉葉が出やすくなるのかなと思っています。勝手な僕の考えなので合ってるかは分かりません。今画面ではシャリを掘っていますが、1本に1つぐらいは見どころを作りたいと思うので、この木に関してはこの足元の曲とシャリで見どころを作っていこうと思います。こちら側にも作ります。将来は裏側にもシャリを掘っていって板シャリを作っていきたいなと思っています。この小さな心拍でも板シャリがあったらかなり見応えがあるんじゃないでしょうか。結束バンドで幹を寄せます。針金よりもさらに見栄えが悪いですが、今回は我慢して結束バンドを使っています。枝に針金をかけていきます。ちょうどよく陣があったので、陣のところに針金を引っ掛けて枝にかけたいと思います。まずは芯になる枝に針金をかけました。続いて枝になる方に針金をかけます。芯にしていた枝を途中から曲げて頭を作ります。
結構上の葉を取ったのでバランスを取るため植え替えもします。まだ冬で寒いので植え替え後の保護はしっかりとしておこうと思います。保護といっても夜間に発泡スチロールの箱の中に入れるぐらいにしようと思います。もう少しだけ幹を下げたいと思ったので結束バンドで幹を下げます。根を押さえるだけだとしっかり固定ができそうになかったので前面の針金は幹に巻きつけて固定しようと思います。かわいいミニ盆栽が一つできました。この小さな盆栽で板シャリができてきた時にはかなりかっこいいんじゃないかなと思います。続いてはこちらの苗です。こちらの苗は根上がりになっているところが見どころでしょうか。足元見えるように作っていこうと思います。まずは下向きになる葉っぱを切ります。続いて針金をかけます。1本では針金が効かなかったので2本目もかけます。あまり見ない形ですが幹を前面に曲げて作っていこうと思います。頭になりそうなところに針金をかけます。続いて植え替えをしていきます。
幹に針金をかけて固定する方法で植え替えします。こちらも可愛いミニ盆栽ができました。右流れか左流れかよくわからない形になるのであんまり見ない形だと思いますが、個人的にはこういう形も好きです。それではビフォーアフター見ていきます。はい、だいぶ可愛い形になりました。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、またね、バイバイ。